皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。ウクライナに侵略したロシアなのですが、経済制裁の発動に伴ってその効果が徐々にではありますが出始めています。かつてソ連時代において計画経済の失敗に伴って配給の列に非常に多くの国民が並ばされたといった映像などが歴史的資料として残っていたりします。現在のロシアにおいてもそのような列ができ始めたのではないかと言われているのが、食料価格の高騰に伴う卵を買うために並ぶ多くの列です。今年1年で卵の価格が急上昇し、多くの人々が少しでも安い卵を買い求めようとして長い列ができ始めているのです。今回の動画ではそうしたロシアの状況の変化とともにウクライナ支援をめぐって EU 加盟各国のせめぎ合いについても取り上げていきます。それでは今回取り上げる主要ニュースを見ていきましょう。今回取り上げる主な話題は4つ。1、ソ連時代に逆戻りするのか、卵に行列する人々。食料価格高騰問題。2、対ロシア制裁。EU が第12弾を合意。3、EU 加盟交渉。ウクライナとモルドバの交渉開始が決定されました。4、EU からのウクライナ支援。ハンガリーが拒否権を発動し、ウクライナ支援を阻止しました。旧ソ連時代に逆戻り、卵を買うために長蛇の列を作るロシア人。ロシアでは家庭の必需品である卵が手に入らず苦労している。原因はインフレと輸入コストの上昇だ。ロシア統計局のデータを引用したロイター通信によれば、ロシアの卵の価格は今年に入ってから 42.4% 上昇した。専門家によれば、価格の高騰はウクライナ戦争以降、西側諸国がロシアに課している経済制裁の間接的な結果と言える。ソーシャルメディアには、ロシア人が屋台で卵を買うために長蛇の列を作る動画が投稿されている。スーパーで売られている卵は高いからだ。冬用のコートや帽子を身にまとい、うっすらと雪が積もった小さな屋外マーケットで列に並ぶ市民の動画は X で共有され、ロシア語放送局でも放送された。別の動画には、セミトレーラートラックの荷台から卵を買おうと、長蛇の列を作る人々の姿が映っていた。今年の冬将軍はかなり厳しいといったことから気温の低下が進んでいますが、それでも多くの人々が卵を買うために列をなしています。これは農家が直接販売するパターンの場合、少しでも安く買うことができるからです。スーパーなどで売られている商品はどうしても中間業者が利益を乗せてくるために、農家が直接売るよりも値段が高いからです。モスクワ在住のエリザベータは AFP の取材に答えて高騰する物価にゾッとすると語った。この物価上昇は悪夢です。卵だけでなくあらゆるものの値段が上がっている。21歳の学生イリアは AFP の取材に対し、以前は70ルーブルもあれば卵が買えた。今では130から140ルーブルもすると語った。これは公表されているよりも明らかに実際の市場では値上がりが激しいことを示しています。モスクワを拠点とする市場調査会社は、卵の価格上昇は欧米の経済制裁による鶏向けの飼料と飼料に混ぜることで病気を防ぐための抗生剤の価格上昇が原因だと語った。ロシア経済開発省は生活必需品の在庫不足にあえぐ小売店を支援するため、2024年年明けから半年間、卵の輸入にかかる関税を免除すると発表した。輸入は友好国、つまりロシアに制裁を科していない国からしか認められていない。ここで卵の供給先として名前が挙がっているのは、制裁に加わっていないトルコとアゼルバイジャンです。しかし、アゼルバイジャンの場合だと生産量は少なく、一方で生産量の多いトルコの場合だと、ロシアよりもそもそも輸送コストを乗せた場合値段が上がってしまい、棚に並ぶ卵の量は増えるのですが、値段が下がる効果はかなり怪しいとされています。プーチン大統領は国民の経済的苦境に驚いていると述べ、世界で最も経済制裁を受けているにもかかわらず、ロシアの経済は好調だと主張した。だが、11月のロシアのインフレ率は 7.48% に達した。ちなみに、同月のアメリカのインフレ率は 3.1% だった。ここで記事の補足をしておきましょう。ロシア連邦経済発展省による物価高の詳細の一部をご紹介します。年初以来の価格高騰どれだけなのか。まずは、卵は 46.2% 値上がり、バナナ 45.4%、トマト 44.1%、鶏肉 29.6%、子羊肉 17%、豚肉 12.7%、キャベツ 25%、リンゴ 18%、グラニュー糖が 12.3% となっています。ただし、これはあくまでも政府が全体の調査を行った場合に出てきた数値で、AFP の
取材によると実際はこれよりも上がっているそうです。次に対ロシア制裁第12弾を見てみましょう。 EU 対ロシア制裁第12弾で合意。 EU 諸国は第12弾の対ロシア制裁案で合意した。ロシアからのダイヤモンド輸入禁止などの措置が来年1月1日に発効する。制裁に関する文言は今週に入り、すべての加盟国が合意していたが、オーストリアが14日夜まで最終的な承認を保留していた。オーストリアは13日、反対しないが、法的文書を精査する時間が必要だとした。新たな制裁では G7 と足並みを揃え、1月1日からロシアの非工業用ダイヤの直接輸入を禁止。3月からは第三国を通じたロシア産ダイヤの輸入も段階的に禁止する。G7 が設定したロシア産石油価格の上限を遵守していると主張する企業に求める証明の厳格化なども含まれる。また EU 企業に特定の製品の取引先にロシアへの再輸出を禁止する契約を結ばせることで、ロシアが二重用途物品を入手するのを防ぐ。ロシアの市民や事業体が EU 域外への10万ユーロを超える送金を希望する場合の届け出手続きも盛り込まれた。ちなみに EU の制裁はこれが第12弾といったこともあり、一つ一つの制裁についてはこれ一つすればロシア経済が壊滅するといったような内容ではありません。しかしルートが様々変わること、そして制裁の影響によって途中で多くの国を経由することによって確実に経済的な競争力を失うこととなります。利益も得にくい構造になっています。こうした制裁は積み重なることによってより広い範囲にロシア経済の足を引っ張り続けることとなります。続いて EU の動き。EU、ウクライナの加盟交渉開始決定。ハンガリー棄権。欧州全体の勝利。EU は14日の首脳会議でロシアに侵略されるウクライナの加盟交渉を開始することを決定した。EU のミシェル大統領が X で発表した。加盟交渉開始に異論を唱えていたハンガリーは決定をめぐる採決で棄権した。決定を受け、ウクライナのゼレンスキー大統領はウクライナの勝利、欧州全体の勝利だと評価した。交渉開始の決定には EU 加盟27カ国の全会一致が必要。ロシア寄りとされるハンガリーのオルバン首相のみがウクライナの加盟交渉の開始を直前まで反対していた。欧州メディアによると、オルバン氏は首脳会議で他の加盟国首脳らが交渉開始をめぐる採決を進めることを知った上で議場からの退出に同意し、棄権となった。拒否権を行使しなかったため決定に至った。ロイター通信はこのような異例の方法で重要な決定が承認されるのは前代未聞だと指摘。EU のフォンデアライエン欧州委員長は戦略的な決定で歴史に刻まれる日だと称賛した。オルバン氏が採決の直前で退席したのは、これは事前の話し合いが行われていたそうです。ドイツのショルツ首相は採決の直前に、コーヒーでも飲んだらといったような話をして合図を送ったそうです。EU は14日の首脳会議でウクライナの隣国モルドバの加盟交渉開始も決定。ジョージアについて加盟候補国とすることも決めた。今回の決定を受け、ウクライナとモルドバの加盟交渉は来年始まる見通し。この2つの国は交渉後 EU 法体系を適用するための国内法の改正や行政改革を実施することが求められ、加盟実現には10年程度かかるとの見方もある。EU への加盟交渉が開始となったからには、これでようやく EU への加盟への道が開けたということです。しかし同時にこれは今すぐの話ではありません。まず第一にウクライナに求められるのは国内法の整備で、次にその国内法が実際に生きている状態になるかを見なければなりません。特にソ連の影響下にあった国々においては腐敗や汚職といったものが根強く残っていて、すでに EU に加盟した東ヨーロッパの国々においてもそうした腐敗問題といったものは長年その国の経済の発展に大きな障害となり続けてきました。そして EU に加盟しようとするウクライナに対しても同様にそのような汚職や腐敗に対する摘発を進め EU 基準の法律に直した時にその法律が汚職や腐敗の影響なく稼働することが保証されなければなりません。そうしたこともあってウクライナが今回
加盟交渉が開始されるわけですが、実際に加盟するには早くても5年、通常の交渉スピードであれば10年程度かかるかもしれないと言われています。ですから今回の一件をもって EU 加盟が決定したではなく、 EU 加盟のための実際の準備のスタート段階に立ったと言えるでしょう。そして今回ウクライナとともにモルドバが出ていますが、このモルドバについては一つ前の動画においてロシアが狙っている国としてご紹介しました。ロシアのプーチン大統領は現在の戦況にかかわらず、いずれはウクライナ南部貿易都市オデーサを攻略することによって黒海に面したウクライナの領土を占領し、小国モルドバを飲み込もうという野心をあらわにしています。そうした意味でもモルドバは今後ヨーロッパ各国との関係を深めていくことが国として生きていく上にはどうしても必要なことです。 EU 加盟の取り組みは今後も進められていくことでしょう。ただしこれらの国々の一つ特徴なのですが、かつてのソ連時代においては資源を安く手に入れることができたことから、例えば電気代が安かったなであるとか、ガス代が安かったな、もしくは食料品についても配給にさえ並んでいればある程度手に入れることができたのに、最近では物価高騰の煽りでソ連時代の方が良かったなという人などもいます。そうした過去の思い出を美化する人たちというのが反 EU 思想というものを持ちやすい状況にあります。その究極の形として現れているのがハンガリーだと言えるでしょう。ハンガリー国内においてはプーチン大統領の言い分を主に正しいものとして放送し続けています。そのためハンガリー国内においても EU に加盟しているにもかかわらず反 EU 思想といったものを持つ人も多いですし、ウクライナを支援する EU 全体の動きに対してもやはり否定的な意見といったものが多いのです。そのような国民世論というものを報道が醸成する中において、ハンガリーのオルバン首相はウクライナ支援を阻止しようとしているわけです。そして実際に阻止しました。 EU 全体で見れば8割9割といったレベルでウクライナを支援することに関して賛成しているわけなので、決して今回の一件をもって EU 全体が全てウクライナ支援に反対しているかのような解説をする人の意見には要注意です。そして今日最後の話題、 EU からのウクライナ支援、ハンガリーが拒否権発動で阻止というニュースを取り上げていきましょう。ハンガリー EU の対ウクライナ支援パッケージで拒否権発動、約 7.8 兆円。 EU の首脳会議はウクライナに対する約 7.8 兆円の軍事支援について採決を行ったが、ハンガリーが拒否権を発動したため否決された。首脳会議では数時間前、ウクライナとモルドバの加盟交渉開始が決まったばかりだった。ハンガリーのオルバン首相は、今夜の仕事の概要はウクライナへの追加資金を拒否したことだと述べた。ウクライナはロシアとの戦争で EU とアメリカの資金に大きく依存しているが、追加支援の確保に苦慮している。 EU 首脳らは支援をめぐる交渉を年明けに再開するとしている。記者会見でミシェル議長は、ハンガリーを除く全加盟国が支援パッケージとより広範囲の EU 予算案に合意したと認めた。来年早々にもこの問題を再検討し、全会一致を目指したいとミシェル議長は述べた。ウクライナはまた、アメリカの約 8.9 兆円相当の支援パッケージを切実に求めているが、民主党と共和党の間で大きな意見の相違があるため、その決定も遅れている。ロシアの占領軍に対するウクライナの反転攻勢は、冬の始まりとともに停止した。このままではロシア軍が砲弾の数でウクライナに勝り、そのまま勝利するのではないかと懸念されている。ウクライナのゼレンスキー大統領の妻、オレナ・ゼレンスカ氏は、西側諸国が財政支援を継続しなければ、ウクライナ人は見殺しにされる死の危険にさらされていると警告した。ハンガリーのオルバン首相にしてみれば、ウクライナが EU への加盟交渉を開始したところで、実際の加盟までには5年10年かかるだろうと考えていることから、今すぐ必死になって止めることもないだろうと考えたのかもしれません。しかし一方のウクライナ支援、予算がつけばそれだけウクライナ軍が強化され、そして多くのロシア軍人が死亡することが確定しているため、これは何とか阻止しなければならないと考えたのでしょう。このチャンネルの動画を見ている人であればわかると思いますが、ウクライナはこの2年間のロシア軍に対する戦闘で多くの打撃をロシア軍に与え続けました。全体で言えば30万人以上の兵士たちが死傷し、最初の頃からいた軍人のそのほとんどが何らか負傷するか死んでいるかしているような状態です。中堅国のクラスであれば軍隊そのものが全滅してなくなっていてもおかしくないほどの損害を与え続けたのです。もちろんそれにはウクライナ軍自身が戦い続ける意志と
欧米からの軍事支援があったからです。お金だけがあっても戦う気力がなければアフガニスタン政府軍のように圧倒的に劣る兵力のタリバンにすら勝てないことが分かっているわけで、しかし戦う意思だけではどうにもならないといったことも、いわゆる精神論だけでは戦争が勝てるわけではありません。戦う意思とそれを支えるものといったこの2つの組み合わせがどうしても必要なわけです。支援の2つの柱、アメリカとヨーロッパ、この2つのうちヨーロッパからの支援をハンガリーが食い止め続けるというのは、親ロシア、反ウクライナの動きとしては、彼らにとっては合理的な判断なのでしょう。しかし、EU 加盟国全体で見てみれば、今回ハンガリー以外の国が反対しなかったといったこともわかるように、大勢の意見としては、ウクライナを支援してロシアの侵略を食い止めるべきだという意見について、大きな流れそのものはまだ変わってはいません。それだけにハンガリーをどれだけ多くの国が説得し、そしてハンガリーが引っ込むような何か身を与えないことには、この交渉はまだまだ時間がかかることでしょう。そしてその時間が長引けば長引くほど、ロシアのプーチン大統領にとっては都合の良い展開へと進んでいきます。単独の国力差では、ウクライナとロシアでは10倍程度の差があることから、支援がない状態での戦闘が続くことは、この記事の中でも指摘されていたように、ロシア軍が徐々に推し進めていくということは十分にあり得るからです。ヨーロッパ各国の指導者たちがどのようにしてハンガリーを動かすかというのが今後の注目でしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。このチャンネルでは日々流れていく大量の情報の中から私が選別したニュースなどを取り上げ、日本や世界の動きを追っていきます。私の話を聞くことによってぜひとも情報の整理整頓に役立ててください。それでは動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想コメント、またスーパーチャットなどもしてくれると私のやる気向上につながります。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。